はい。それでは今回は整数分野二元一次不定方程式の問題なんですが、特殊解を見つけるのがちょっと、工夫が必要なものですね。そのタイプについて解説をしていきたいと思います。次の問題を見てください。二元一次不定方程式の問題ですね。これを解きなさいと言われたら、最初にやることは何か。こちらの x と y に当てはめて成り立つ整数の組み合わせを探すんでしたね。で、そうやって見つけた整数の組み合わせ、一つ目の整数の組み合わせのことを特殊解と呼んだんですよね。ところがですね、これ、こういうふうに163と78のように係数が大きくてなかなか見つからない、そういう場合があります。このように特殊解を見つけるのが大変そうな時に、ユークリッドの誤助法の考え方を使って見つける方法があるんですね。今回はその方法を中心に説明をしていきたいと思います。ですので問題をちょっと変えてですね、特殊解を一つ求めようということで最初に取り組んでいきたいと思います。ユークリッドの誤助法は覚えていますか？こちらは、割られる数、そして割る数、それから余り。この3つの整数の間に成り立つ関係のことでしたよ。どういうものだったかっていうと、156と120の最大公約数、つまり割られる数と割る数の最大公約数。これ12ですよね。それから120と36、割る数と余りの最大公約数。これも12。ね、この最大公約数が同じになったのは、偶然か必然か、これは必然であるということで、常に割られた数と割る数の最大公約数と割る数と余りの最大公約数、これは等しくなるよというのがユークリッドの誤助法でした。はい、なので、156と120の最大公約数を考える代わりに、割る数の120、そしてさっきの余りですね。余りの36の最大公約数を求めても同じこと。さらに、今度は120を36で割って、そしてその余りが12だということで、36と12の最大公約数。これを考えても結局、同じ最大公約数が出てくるはずだということで、どんどん計算する数字を、数を小さくすることができるんでしたよね。はい。割られた数と割る数の最大公約数が割る数と余りの最大公約数と等しい。この性質を使うことで、素因数分解をしなくとも最大公約数を見つけることができるというメリットがありました。はい、では、ユークリッドの誤助法を用いて特殊解を見つける方法をやっていきますよ。最初に、まずこの係数の163と78。この2つの数がね、大きいから話がややこしくなってるんですよね。この2つの数の最大公約数を誤助法を使って求めていきます。なので、割り算です。163割る78。そうしますと、小が2で余りが7と分かりますから、163は 78×2 プラス7と表せますね。そして、誤助法の原理から割られた数と割る数の最大公約数、それから割る数と余りの最大公約数。この2つが同じ数になるんですよね。同じ数字に同じ値になるということでしたね。はい、この場合で言うと、割られた数と割る数というのは163と78のことです。ね、そして、割る数と余りの最大公約数が等しくなるんですが、当然割る数は78で、余りが7ということですね。だから、今度は78と7の最大公約数を考えればいいねということなんですよね。じゃあ、78を今度は7で割ってやればね、同じことを繰り返してやればいいじゃないかということで割り算をすると、今度は小が11で余りが1と出てきます。当然、78は 7×
11だと。ね。そしてプラス1ということですよね。はい。で今度は、ですから78が割られる数で、7が割る数、そして余りが1という関係なわけです。じゃあ今度は、7と1の最大公約数を考えればよいということで、7を1で、ね、割っていく。どんどん数が小さくなっていくんですね。そうしますと今度は割り切れます。余りが出てきません。ということはですね、7と1の最大公約数1ですね。この1が163と78の最大公約数になるということですよね。つまり互いに素ということが分かったわけです。あえて、こちらの左側の式の形で、表すと、7は、こちら 1×7 ということで、割り切れた状態だねと書けますよね。これで準備はできました。これから実際に、特殊解を求めていきます。その前にですね、この丸4番の式なんですが、この式は実際使わないですね。これ、結局7を1で割って割り切れちゃいました。ね、余りが出てきませんので、これは使わないですね。で、こちらの1ですね、丸3番についているこのプラス1。結局この1が最大公約数だったんですね。163と78の最大公約数を考える代わりに、7と1の最大公約数を考えればよい。そしたら、結局これは最大公約数が1というのはすぐわかりますもんね。で、この1が、実はこの問題で与えられた1と同じになるようにしたいわけですね。どういうことなのかというとですね、はい、まずこの丸1番の式ですね。こちらの163を A、78を B と置きます。で、その後何がしたいかというと、これ、A かける整数プラス B かける整数が1になる形を作りたいんですね。この丸3番の式から、こちらの形を作っていきたいんです。どういうふうにすればできるかというと、まずはね、丸2を使いますね。この丸2が最初の割り算で作られた式でしたよね。163を78で割って作った式です。こちらですね、163は A で、78は B なので、A イコール 2B プラス7と、この式、丸2の式は書き換えることができますよね。はい。そうすると今度は、この余りの7イコールの形にするんです。なので、両辺から 2b を引いて、a-2b と、ね、します。で、これをどうするかっていうと、いいですか？丸3の式を、この a× なんとか b× なんとかの形にしたいんですから、ね、これをどう使えばいいか、だいたいわかりますよね。まずは、この78、丸3番の左側にある78ですけれども、これ B のことなんで、はい、B で置き換えましょう。ね、そうしますと、丸3から B は 7×11 プラス1と表せることがわかります。で、この7がね、A-2B で表せるわけですよね。で、このように同じ余りのところに A と B の式をどんどん代入していけば、最終的に A と B だけの式が作れますよねというのがこの式の考え方です。はい。そうすると、7のところに括弧を作って、そこに A-2B を当てはめます。はい、そうしますと、こちら括弧を外して B イコール 11A-22B プラス1とわかりますね。はい。で、目標は何だったかっていうと、こちらの1、ね、こちらのこの回転している式の形を作るんでしたよ。ね、なので、次にやることは、11A-22B を左辺に移行するんですね。そうすると、マイナス 11A プラス 23B イコール1という式が出来上がります。もちろんこの1というのはこちらの1と同じ1でしたよ。ね。はい。そうすると、もうこれで特殊解がわかるんですね。
この A と B、ね、まずは戻しましょう。そうすると、163×-11 プラス 78×23 ですね。はい。B のところに78、そして A のところには163を入れた式ですね。これね。戻した式です。はい。ということは、はい。これ、問題の丸1番の式と、こちら今作った式、これを見比べてやると、x のところにはマイナス11、そして y のところには23を入れてやることで、イコール1という値が出てくるなということがわかりますね。はい。したがって特殊解として、マイナス11と23がありますと見つけることができるわけですね。では、括弧2番で練習をしていきましょう。今度は係数が73と26ですね。はい、ユークリッドの誤助法を利用しますので、割り算をします。そうすると、2余り21ということで、このような式が表せますよね。で、先ほども言ったように、73と26を A と B で表して、どんどんね、代入していきますから、ね、左側の式が実際には使われます。はい。では、さらに割り算を繰り返しますね。今度は、割る数と余りで割り算をしますので、26割る21。そうすると1余り5ということで、左側の式が書ける。まだできますね。今度は21を5で割る。そうすると4余り1ということです。そして、5を1で割ると、これはもう5で割り切れますので、ここでも最大公約数は1ですね、ということがわかりますね。はい。ということで、はい、今度は番号を振っておきますよ。そうすると、最大公約数が分かったらストップをするわけです。ね、この場合の最大公約数というのは1でした。ところがですね、括弧2番の問題はイコール2なんですね。ですが、このイコール2というのは、結局2倍すればいいんですね。2倍する、何を2倍するかというのは、また後で説明します。まずは、A と B を使って、こちらの丸3番の式ですね。1を残す形で、A と B の式で表す。ということをやっていきますね。はい。まずは73と26を A と B で置きますよ。はい、次に、丸1から A イコール 2B プラス21。73と26が A と B に置き換えられてますよね。はい、そして次何するんでしたっけ？はい、余りのところにどんどん代入していくので、余りイコールの形に直します。これ、余りって21のことですよ。ね、なので、両辺から 2b を引いて、21イコール a-2b の形にします。この a-2b をここの21に入れるんでしたね。それから26のところには忘れずに b を代入しましょう。はい、丸に代入。26イコール a-2b ですね。はい、ここに21があった場所に a-2b が入ってます。そして忘れないように b をちゃんと置いてやるということですね。はい、そしたらまたこれ余りイコールの形にしたいので、こちら括弧を外して整理して、5イコールの形にしますよ。そうすると今度はマイナス a プラス 3b をこちらの丸3番の5に代入するんですね。あと21も a と b で表しますよ。21はこれを使えばいいんですね。a-2b を使えばいい。はい、丸3に代入していきます。はい、5のところはね、こちらマイナス a プラス 3b を入れる。21のところには a-2b を入れる。ということで、実際代入してやると、このようになる。ということですね。で、この式を変形してやると、5a-14b イコール1となりますね。これで目標が達成されたということです。はい。そうすると、これ、A と B を73と26に戻しました。ね、A のところには
73、それから B のところには26が入ってますね。で、そうですね。一応こちらが問題で与えられた式なので、順番も見やすくなるようにということで、73と26をね、掛け算の左側に持ってきてます。で、次にどうするか。これ問題はこれ1なんですよね。イコール1なんですね。でも、求めなきゃいけないのは2なんですよね。じゃあどうするかということで、このように、ね、右辺と特殊解を2倍する。だから、こちらの式を両辺2倍してやるんです。その時に5を2倍して10、そして14を2倍して28というふうに考えます。で、1は当然2倍されて2ということで、これでこちらの求めたい、右辺と一致しましたよね。はい。ということで、これ、特殊解は73にかけてある10と26にかけてある28。この2つであるということがわかりますね。はい。で、先ほどのでもいいんですが、筆算を用いると、もうちょっと簡単に見つかるよというのを紹介します。はい。1番であればどうするかというと、はい、まずは163を78で割りますね。そうすると2が出て、156、78×2 で156。そうすると、余りが7と分かりますね。で、さらに、こちらね、78を余りの7で割ってやるんだ。ということですね。はい、そうすると、小が11で、77。7×11 で77となりますから、余りが1ということで、この1が出た時点で、これが最大公約数だなということがわかりますね。はい、そしたら、この筆算の式の形を使って、先ほどの特殊解を見つけていくんですけれども、はい、ではこの筆算の形を使って特殊解を求めていきますね。どういうことをするかというと、まず A と B と置いてやるんですね。163は A、78は B と。で、この筆算の式を A と B で書き換えていきます。はい。どういうことかというと、まずは163の場所。これには A を置きましょう。それから78があった場所には B を置いてやります。で、この上の小の部分ですね。A を B で割った小。これはさっきの筆算の結果をそのまま使います。そうしますと、こちらの156はどうやって出したかっていうと、当然78を2倍したものでした。ですから、こちらにもやっぱり今度は B を2倍したもの。これを置いてあるんですね。はい。そうすると、引き算をしたら、A-2B。7と書くのではなく、A と 2B、A と B を使って余りを表してやります。はい、そしたら次にやることですね。これが余りなので、この余りで B を割るんですよね。はい。7のところ、こちらピンクのところに A-2B を置いてやります。はい、そうすると、割り算した結果、小は何であったかっていうと、先ほど計算しました11を使います。そしたら、こちら、B の下のところですね。ここに来るのは、当然 A-2B を11倍したものが来ますね。はい、ということで 11A-22B ですね。これ 11×A-2B ですから。それすると、これ B から 11A-22B を引いてやるんですね。はい、そうしたらこれ計算するとマイナス 11A プラス 23B ということになりますので、それが余りとなります。はい、そしたらこの1、上の1だったところですね。この1がマイナス 11A プラス 23B なんですよね。なので、この2つは同じものだということで、イコールで結べるねということなんですね。はい。で、ここで163と78を戻してやりましょう。はい。そうしますと、このような式が出てきて、じゃあ、163にかけてある x のところにはマイナス11、そして y のところには23を入れてやれば、
イコール1が出てくるねと。つまり特殊解が、マイナス11と23だということが言えますねということがわかるわけです。結構楽ですよね。はい。今度はじゃあ、括弧2番で練習をしてみましょう。では、練習していきますよ。はい。まずはね、割り算、筆算を使うんですね。そして、今度は筆算をつなげていく。横につなげていけばいいんですよね。そうすると、ここに1が来るまで、ね、続けるんでしたね。で、1が出てきたら、これが最大公約数だなと。もう5は1で割り切れちゃいますからね。余りが出ませんので、ここでおしまいです。ということで、こちら、73と26を次に A と B と置いてやるんでしたね。この状態ですよ。はい、そして次にやることは、こちらの筆算の形を A と B で表してやる。はい、A と B を置いてやると、こういうふうに最初青の部分はこうなりますよね。73が A、26が B。そして 2×B で 2B ですね。そして A から 2B を引いて A-2B ということです。で、今度は、はい、A-2B で B を割ってやるんですよね。さっきの余りで割った数を割ってやる。そうするとこれ1でしたね。小は1。上の数字はこのさっきの計算の結果をそのまま使うんでしたよ。ね、そうすると 1×A-2B なので A-2B で B から A-2B を引きますのでマイナス A 足す 3B。はい、そしてさらにこうですね、緑の部分。はい、マイナス A プラス 3B で、さっきの割った数である A-2B を今度は割ってやる。そうすると、4だったんですよね。はい、4を置いてあげて、マイナス A プラス 3B かける4がこれだということで、A-2B から引いてやって、5A-14B。はい、そうすると、ね、これが1になるんですよね。ということで、5×A-14×B が1だと、ね、いうことがわかるわけですね。はい、あとはもうできますね。A と B に73と26を戻してやりましょう。はい、そうすると、こちらね、これ2倍ですから、どうしてやるかというと、73と26はそのままですよ。ね、これは変えちゃいけません。変えるのは、5と14ですよね。こちらを2倍してやる。ね、ということで、特殊解は10と28だと分かったんですね。はい、では、さらに早い特殊解の見つけ方、これを説明していきます。左側の筆算の形、このあの部分と、それから下のいの部分、この2つを、まとめた方法ということが言えるかもしれません。最初にですね、このように、連立方程式のね、加減法の時のように、A と B をこういうふうに、ずらしてね、置いてやります。縦を揃えるためですね、これね。はい、そうすると、こちら、まずは163と78で割り算をしてやるんですね。ユークリッドの向上法を利用しますから。はい、そうすると割り算をすると2余り7ということで、2はですね、ここに持ってきます。で、余りの7はこれです。この7はどういうことかっていうと、こちら78を2倍したものを163から引いて7ですねということです。つまり、丸1から丸2の式を2倍して引き算をしますよということですね。なので、こういう A-2B イコール7という式が下に書けるんですね。はい、ではこれを丸3と今置きましょう。そしたら次にやることは何か。繰り返すんですね。今度は78と7で割り算をします。ね、はい、そうすると、これ、割り算をすると、11余り1ということですから、11は、はい、ここに来ますよ。そして、余りの1は、ここに来るんですね。はい、これが最大公約数になるんですよね。で、これ、1が来る理由というのは当然、7を11倍して
上の78から引いた結果です。だから今度は、丸2から丸3を11倍して引きましたよということですね。ちょっと計算がね、これ、一致を出すための計算がめんどくさいので、ちょっと下にね、メモ書き的に計算を書いてやりましょう。そうすると、丸2の式は b イコール78。丸3の式は、これも11倍してありますね。11a-22b ですよね。これ11倍すると。で、7も11倍しますから77。で、引き算をすると、こういう式になります。ということで、これがここに来ればいいんですよね。はい。なので、そちらに置いてやりましょう。はい、そしたら、これはね、a と b を163と78に戻してやれば、こういうふうに書けるわけですよね。ということで、こちら、括弧1番の問題の x と y には、こちらの数を入れてやれば成り立ちますね、ということで、特殊解を見つけたというわけですね。これが一番早いといえば早いですね。では、最初の問題に戻って、すべての整数解を求めることにしましょう。特殊解がね、見つかりましたので、最初にこの特殊解を代入した形の式、これを置いてありますね。x と y に特殊解を入れてあります。で、それを、丸1番の問題の式ですね。こちらから引いてやるんでしたね。そうすると、このようになりますね。なんで引いたのか、覚えてますかね。これ、0を作るためですよ。0を作るために引いたんです。そして、これ、論理の展開から、このような形に直すんでしたね。この丸1ダッシュの形に直さなくても、この1個上のこの形で話をしても別に問題はないと思いますけどね。結局重要なのは、とにかく163と78は互いに素なので、163に何らかの整数をかけて78の倍数になるためには、このかけた整数が78の倍数じゃなきゃダメだよねと。そういう理屈でしたね。なので n を整数として x 足す11は 78n と表せます。はい。したがって x は 78n-11 ということですね。それから、この163の右側ですね、右隣、こちらに 78n を置くことができますので、こちらをね、丸1ダッシュに置いてやると、はい、このような式になりますね。で、こちら両方とも78でね、左辺も右辺も割り切れますので、はい、そうすると 163n イコールマイナス括弧の y-23 ということで y イコールも出てくるということですね。したがって、x が 78n-11、y がマイナス 163n プラス23で n は整数ということですから n にいろんな整数を入れていけば、こちら丸1の式を満たすような整数解は全て出てきますよということですよね。はい。それでは、括弧2番は特殊解を求めるところから答案を作っていきたいと思います。はい。a イコール73、b イコール26と置きますよ。で、このようなね、加減法をやるような式を立てるんですよね。そして、赤い直線の右側、こちらにメモ書きとして計算を残していきますが、まずは73を26で割ります。そうすると、2余り21。で、こちらの2ですね。ここに2を置いてやるんでしてね。そうすると、今度は次にやることは何かっていうと、これ2行目を2倍したものを、その上の方程式から引いてやるんだ。ということですね。なので、a-2b は21ということがわかります。これ26、2倍すると52ですからね。引き算して21となりますね。はい、そして次にやることは何かっていうと、今度は26を21で割るんでしたね。はい。そうすると、1余り5です。なので、2の下に来るのは1です。ということは、こちらの方程式を1倍したものを、その上の方程式から引いてやりますので、このようになりますね。0-a でマイナス a、b からマイナス 2b を引きますから、プラス 3b。そして26から
21を引くので5ということです。そしたら今度は21を5で割りますよ。はい、そうすると、今度は4余り1ということがわかります。なので、4をここに置きますね。で、次にやることは何かっていうと、この方程式を4倍するんですよね。で、上の方程式から引いてやる。はい。だから a からマイナス 4a を引くことになります。だから 5a ですね。そしてマイナス 2b から、12b ですね。12b を引く。なので、マイナス 14b。そして今度は21から5を4倍して20。これを引いてやるんだ。ということで、5a-14b イコール1と出てきますね。はい。そしてこの1、ね、1が出た時点でもうこれ割り切れます、必ずね。5は1で割り切れて5ですよね。ということで、最大公約数は1ですねと。つまり互いにそうだったということですね。はい。で、この出てきた式、これが大事なんですよね。はい。A に73、B に26を戻してやります。そうすると、こういうふうに書けますから、これね、ここが1であれば、特殊解は5と14というふうに言えるんですが、問題はこれ、2なんですよね。1じゃなくて2なんですね。じゃあどうするか。2倍してやればいいわけです。はい。このようになりますね。1は2倍して2です。そして、こちら左側ですけれども、5を2倍して10、それから14を2倍して28。73と26は、この問題で与えられた式の係数ですから、ね、これはいじりません。はい。そうすると特殊解として、x が10、y が28とわかるわけですね。はい。では、今度は、この 73x-26y イコール2、この問題の式ですね。これから特殊解を代入した式を引いてやります。ね。0にするためですよ。右辺を0にするために引いてやります。そうすると、こういう式が作れて、はい。そうすると、これ、ね、同じ論理の流れですね。26括弧を右側に移します。ね、このようにね。そうすると、73と26は互いに素なので、このイコールで結ばれるためには、73にかけてあるこちら x-10 は26の倍数ですよね、ということで、このように置けるはずですね、ということですね。はい、そうすると、x がこの n で表せます。で次に、丸1ダッシュのこの x-10 のところに 26n を代入して、こうなりますから、両辺を26で割って、73n は y-28。つまり、y は 73n プラス28。ということで、はい、以上から x と y が表せますね、ということです。説明は以上です。ご視聴ありがとうございました。